誰かの要望を断れないのは決して弱いからではありません。子供の頃に親の期待を裏切ることはとんでもなく悪いことという価値観が根付いていたり、人のお願いを断るとやばいことが起こるという恐怖が染み込んでいるので、ノーということへの恐怖を持っているだけです。なので怖くて当然です。断れない自分を責める必要は全くありません。境界線を無視されて生きてきたということは、今まで自分の気持ちを雑に扱われてきたということです。まず、せめて自分は自分を大切にするぞという強い決意をしましょう。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンの特徴の一つに、境界線が曖昧というのがあります。あなたもいい人すぎて他人の人生を背負い込んでいませんか？いつも本当は嫌なのに他人のすべきことをノーと言わずに引き受けていませんか？自分のこれ以上はできませんという境界線を見失っていませんか？目の前の人の感情や期待に振り回され、いつもイライラしているというのは、境界線を引けないせいかもしれません。境界線は自分の気持ちを大切にし、自分を守る大切な線です。境界線を引かずにやられ放題にしていると、自分の気持ちがわからなくなるし、自分も相手も大切にできなくなって、自分の心や人間関係を壊してしまいます。職場での関係や恋愛関係も苦しくなります。でも大丈夫です。今まで境界線を引けずに生きてきた人が、境界線を引けるようになれば人生は変わってきます。そして境界線を引けないのは、多くの場合、親との関係で健全な人間関係を学んでいないからです。多くのアダルトチルドレンは自分を犠牲にする生き方を学んでいます。そして相手の気持ちを大切にするという生き方を学んでいません。だから絶望というわけではありません。これから自分の気持ちも相手の気持ちも尊重するという生き方を学べばいいだけです。別にアダルトチルドレンは劣った人間でもダメ人間でもありません。あなたにも必ずこの境界線を引く力はあります。今日は境界線を引けないアダルトチルドレンが無理なく自分を守るための技術をお伝えします。できることから少しずつ人生を変えていきましょう。1、境界線とは。2、なぜ境界線を引けないのか。3、境界線を引けない人の問題点。4、どうすればいいかという対策。5、ポイントの振り返りと補足。6、すぐにできること。このような順番で話します。まず最初に境界線とは何かということですが、境界線とは自分と他人との間に引かれた見えない線のことです。もっと具体的に言うと、自分と目の前の人は別々の存在であり、それぞれ違う感情や思考、欲求や目標を持っています。そして、どちらも一人の人間として素晴らしい価値を持っています。だからこそ、お互いに相手を大切な存在として認め合うことで、自然と出てくる線が境界線です。お互いに相手を一人の人間として尊重していると、自然と境界線が出てくるということを分かりやすくするために、
毒親と呼ばれるような人を思い浮かべてみてください。自分の欲求を満たすために子供にノーと言わせない。子供に決定権を与えずに親が全部決める。自分の欲求を満たすために子供を道具にする。子供の部屋に勝手に入る。子供の日記や手紙やスマホを勝手に見る。子供のものを勝手に捨てる。子供に暴力を振るうこともある。子供の気持ちを一切考えない。このように境界線を無視して相手の領域に土足で踏み込んでくるのは、相手を一人の人間として尊重していないということです。これでお互いに相手を一人の人間として尊重していると、自然と境界線ができるという意味がなんとなく分かっていただけたでしょうか。これをデコとするとボコもあります。例えば誰かが怒っていると自分が悪いことをしたような気がしてくる。相手が楽しそうでないと自分が責任を感じる。相手にこちらの悩みを解決してくれることを要求している。相手が土足でこちらの心を踏みにじってくるのに抗議ができない。相手は理不尽なことを言っているのに相手の言いなりになってしまう。こうなるのも境界線が引けていないということです。では、なぜアダルト・チルドレンは境界線を引けないのかという話です。人によって違うのでいくつか出しますが、一つは小さい頃にノーと言うと何をされるかわからないとか、親の愛を失うかもしれないという恐怖を植え付けられているからです。親に一人の人間としての尊厳や境界線を無視されて、嫌なことを強引に押し付けられてきた人、親の言うことを聞かないと激怒された人、親に口答えをしたらひどい目に遭わされた人などは、自分はいつも誰かを満足させなければいけない。自分の欲求より相手の欲求を優先にしなければ嫌われる。というような思い込みができて、大人になってからもこれ以上はできないよという境界線を引くことは怖くてできないかもしれません。2つ目は、親に境界線を無視されていたので、そもそも境界線があるということ自体を知らないんです。親が自分の都合だけで、それをやりなさい、それはダメと一方的に決めていると、子供は自分の意思や自由な領域を持っていいという感覚が育ちません。自分の中にここから先は誰にも侵されない自分だけの領域という感覚や、ここまでが自分が自由にできる領域で、ここから先は自分には立ち入れない他人の領域という感覚がないまま生きているということです。3つ目は低い自己肯定感です。アダルト・チルドレンは十分に愛されて育っていないので、自己肯定感が低くなる傾向にあります。自己肯定感が低いので、自分は他人に雑に扱われて当たり前だ。自分には自分の領域を守る権利がない。このように感じているから、結果として境界線を示そうとしなくなります。4つ目は強度な依存心です。親が心や体の病気だったり、病的に依存心が強かったりすると、子供は自分が親を助けなければと感じるようになることがあります。こうして自分を犠牲にしてでも相手を助けようとする癖がつき、自分がやるべきことではないことまで相手の要望を叶えようとし続けます。それでは問題点ですが、
境界線を引けずに、あるいは無視して生きていると、やはり苦しみや悩みへとつながります。問題点の一つ目は、ストレスや憎しみがたまることです。相手が境界線を無視して無理な要求を押し付けてきているのに、大丈夫だよ、やってあげるよ、と引き受けていれば、自分の時間や体力を無駄に消耗し、疲弊します。そして、相手にも欲求があります。一般的に境界線を示さないと、相手は相手の欲求を満たしたいので、どんどんこちらの領域に踏み込んでくることが多いです。このようにして相手に利用されたり振り回され続けることでストレスや憎しみをためていきます。問題点の2つ目は自己肯定感を低下させます。不本意ながら自己犠牲をしているということは自信がないからです。そして不本意ながら自己犠牲をしていると、自分は自己主張ができない人間、自分は弱い人間、この自分嫌いという意識が強くなってきて、どんどん自信を失います。さらに自分のしたいことをするのではなく、他人の言いなりになっていると、自分が何をしたいのかわからなくなってきます。これも自分らしさや行動力や意志力を失うので、さらに自分に自信が持てなくなります。問題点の3つ目は、人間関係でのトラブルが増えます。境界線意識が曖昧だと、相手にどこまで頼んでいいのか、どこまでなら気分よく受け入れてくれるのかがわからなくなります。特にアダルトチルドレンは愛されて育っていないので、心が成長していない人が多いです。心が成長していないということは、依存心が強く、ああしてこうしてという欲求が小さい子供のようにとても激しいです。そして人の気持ちを考えることがとても苦手です。さらに境界線もわからないのだから、相手の気持ちを考えて相手に配慮をするどころか、相手の境界線を考えずに不可能な要求を押し付けます。それでいて自分の欲求が通らないと怒りを感じて相手を攻撃するということがよく起こります。また逆に、こちらが境界線を示さないと相手もどこまで頼んでいいのか、どこまで踏み込んでいいのかがわからなくなります。こうなるとお互いに気分を害したり、すれ違いを起こしやすくなります。いずれにしても、境界線を無視したりされたりしていると、お互いに大事に思われていない気がしてきます。無視しているときは相手の反発に遭うし、無視されているときは雑に扱われている気がするからです。そこで恋人や友達など親しいはずの相手であっても人間関係を悪化させてしまいます。またこちらが心の中では嫌だ、嫌いと思っていても、そう言わないと相手は本人が嫌がっているのか喜んでいるのかがわからないこともあります。そこで嫌なら嫌だって言ってよ。そんなに嫌だったら先に言えばよかったじゃん。と逆に責められることもあります。このように境界線を引かなかったり無視しているといろいろな問題が出ます。ではどうすれば境界線が引けるかという対策です。ポイントは自分も相手も大切にするということです。そのためにはまずは心の準備をしましょう。ここでは知っておいた方がいいこととか視点を変えた方がいいことをお伝えします。最初に自分が無意識のうちに
相手の境界線を無視してしまう傾向、つまり相手の気持ちを大切にできていない傾向から考えます。アダルトチルドレンは心が成長していない人が多いのですが、そのことに気づいていない人が多いです。心が成長していないことよりも、それに気づいていないことの方が大きな問題です。まずは自分はああしてこうしてという欲求が激しく強いのではないか。だからそれが通らないとものすごい怒りになるのではないかと自分のことを点検してみてください。もしそのような傾向があるのであれば、そのことを認めて、相手は相手の欲求を満たしたいのであり、相手にはこちらの欲求を満たす義務はないということを一度はっきりと認識しましょう。恋人や親しい人であっても、相手には相手の人生があるので、相手のすべてをこちらの思い通りにはできないということです。ましてや、単なる知人なら、なおさらこちらの思い通りにはできません。相手を自分の思い通りにしようと頑張れば頑張るほど関係が悪化します。これはアダルトチルドレンにとても多いです。この無意識のうちに自分が他人の境界を無視してしまう傾向をきちんと理解しておく必要があります。自分が他人の境界線を無視してしまう傾向をきちんと理解した次は、今度は自分を大切にする方です。つまり、相手にこちらの境界を無視させないようにする必要もあります。その前に、今自分が境界を無視してしまう話をしたので、ここでは間違えないでほしいことをお伝えしておきます。心が成長していないとか、依存心が強いとか、境界線を学んでいないなどのアダルトチルドレンの症状は、子供の頃に安心して本当の自分をさらけ出せる環境にいなかった、愛されたいとか認められたいなどの本性的な欲求が満たされなかった、親の都合のいいように操作されていたなどから来ていることが多いです。そうであれば気をつけることは必要ですが、そのような症状があるからといって自分を責めるのではなくて、むしろ自分を大切にするべきです。自分を大切にするとは、自分を責めないこと、自分を認めること、自分を褒めることだけではなくて、自分の気持ちにも耳を傾けましょう。ずっと長いこと境界線を無視されて他人に侵入されてきた人は、もしかしたら今は自分のしたいことや自分の核となるものがないかもしれません。そうであってもこれからは自分の気持ちを大切に生きていくと核となるものが育ってきます。これが他人にこちらの境界を無視させないための最初の一歩でもあります。つまり自分の中に核となるものができると、他人の言いなりにならずに、私はこういう生き方を大切にしているという自分の立場を主張しやすくなります。自分の中に核ができて自分の立場を主張できると、今まで仮に全員に境界を無視されていたとしても、中には境界を守ってくれる人も出てきます。そして境界を守ってもらえるということは、一人の人間として尊重されているということです。この感じを味わえることも、低かった自己肯定感を高めていく上でとても大事です。
他にも、相手にこちらの境界線を無視させないための心の準備はあります。次のような視点を持つようにしてみましょう。境界線は相手を傷つけるものではなくて、自分を守るための線です。自分を相手の奴隷にするのではなく、自分の気持ちを大切にするための線です。まず最初に、私は周りより自分を大切にしたいという気持ちを強く持ってください。親に境界線を無視されて育った人は気づいていないだけで、本来はあなたには自分を守る権利があるんです。境界線を犯してくる人が間違っているのであって、あなたが間違ったことをしているわけではありません。当然の権利です。もう一つ、ここまでは引き受けるよ。でもこれ以上はダメだよ。という境界を示すことで、相手側もウィンウィンの状況を作りやすくなります。アダルトチルドレンは、周りは敵と感じてしまう環境で育ってくる人が多いので、周りと協力するという意識がない人も多いです。でも世の中には、周りを敵視しないで、周りと協力する意識を持っている人たちもたくさんいます。そのような人たちにとっては、境界線を示さずに、でもいつも不機嫌になっている人より、境界線を示して、そこまでは機嫌よくしてくれる人の方が、はるかに付き合いやすいし、親しみやすいです。このように言われても、今まで何十年も怖かったものを脳が急に受け入れるわけがありませんので、時間をかけて脳に言い聞かせましょう。例えば、相手の欲求と私の欲求は別。相手の感情に対して私は責任を負わない。私の行動を他人がどう評価するかは私の価値には関係ない。私は私の人生を生きているのであって、誰かの犠牲にならなくていい。このような言葉を何度も何度も繰り返しましょう。心の準備が整ったら、実際に相手との間に線を引きましょう。そうは言ってもいきなり、無理です。嫌です。できません。というのは、ハードルが高いと思います。でも、例えば、9時まではいいよ。でも9時以降はダメだよ。なども境界線を示している例です。このような境界線を示す練習をしてみてください。そして相手が強引に境界線を越えてくるときは、一度ぐらいならいいかと放置しないことです。一度放置すると、相手は2回目、3回目ももっと境界線を越えてきます。それも放置していると、いつの間にか相手にとっては土足で入り込んできたところまでが相手の領域になります。なので、こっちが限界が来て、もう無理と言ったら、なんで無理なんだと逆に相手が怒り出すようになります。なので、最初の1回目に、私はこれこれこうなのでできませんと伝えることが大切です。そのために、断ると相手に嫌われるかもしれないという恐怖心を少しずつ手放すことを目標にしましょう。そして伝え方も大事です。アダルトチルドレンは無意識で周りが敵と感じている人が多いので、断るときも喧嘩みたいな言い方になってしまう人が多いです。言うメッセージで伝えると、言うメッセージとは英語の you です。you のあなたという意味です。この言うメッセージにすると、
あなたは境界線を無視している。あなたは自己中心的だ。あなたは自分がやるべきことを私に押し付けている。のように喧嘩みたいな言い方になってしまいます。あなたを攻撃しているわけではなく、ただ私の状況がこうなっているのですというニュアンスで伝えることがとても大事です。まず自分の頭の中で相手を攻撃しているわけではないということをはっきりと意識しましょう。そしてアイメッセージで私の今の状況はこうなっている。私はこう感じている。と伝えるのがコツです。アイメッセージだと相手は責められているわけではないと理解しやすいです。このことを知ることと使えるようになることは境界線を示さないまま生きてきた人にとってはとても大きな進歩になります。またこちらの気持ちとできない理由をアイメッセージではっきりと説明することで相手も納得しやすくなるし、自分自身も罪悪感を持つ必要はないという気持ちになってきます。それでも支配的な親に責められながら生きてきたような人はまだ怖いと思います。ならば事前にルールを共有しておきましょう。例えば、月曜日は仕事や自己啓発に集中したいので、緊急時以外は連絡を控えてほしい。火曜日は忙しいので、いつもやっているあれとあれはできません。と、先に明示するだけで、相手も分かったよと受け入れやすくなります。逆の立場になって考えてみてください。相手にやってくれるだろうと期待していたことを急にやらないよと言われると反発したくなる人でも、先にこういう時はできませんと示されていると分かったよと言いやすくないでしょうか。なので先に示すというのが一つの方法です。ではポイントを振り返りながら補足します。境界線とは自分と他の人の間に引かれた見えない線のことです。お互いに自分と相手を感情を持つ一人の人間として尊重し合っていれば、その線は自然と保たれます。でも多くのアダルトチルドレンは自分の気持ちを大切にしないし、相手の気持ちを考えることもありません。アダルトチルドレンは自分と相手を尊敬するということがとても苦手なんです。さらに小さい頃の養育環境で境界線を大幅に無視してくる自己中心的な親に服従するしかなかった。親に一人の感情を持った人間として尊重してもらえなかった。親にノーと言ったら大変な目にあった。などで、相手の理不尽な要求にもノーというのが怖い。健全な境界線を守る人間関係を知らない。自己肯定感が低い。依存心が強い。このような状態になっている人が多いです。だから境界線を無視したりされたりを繰り返している人が多いです。一般的には自分より弱い人には境界線を無視して、自分より強い人には境界線を無視されまくります。そしてよく間違われますが、このような人が誰かの要求を断れないのは決して弱いからではありません。子供の頃に親の期待を裏切ることはとんでもなく悪いことという価値観が根付いていたり、人のお願いを断るとやばいことが起こるという恐怖が染み込んでいるので、
ノーということへの恐怖を持っているだけです。なので、怖くて当然です。断れない自分を責める必要は全くありません。境界線を無視されて生きてきたということは、今まで自分の気持ちを雑に扱われてきたということです。まず、せめて自分は自分を大切にするぞという強い決意をしましょう。また、自分の方が境界線を無視してしまうのも、親との間で境界線を学んでいなかったり、十分に愛されて育っていないために心が成長できなかったりしているだけです。悪意があって人の境界線を無視したり、何か欠陥があってちゃんとできないわけではありません。だからこれから自分の気持ちも相手の気持ちも尊重するという健全な人間関係を学んでいけばいいだけです。小さい頃に心が成長できなかったアダルトチルドレンが境界線を学ばないと自分の心や人間関係を壊してしまいやすいです。だから境界線を引きましょう。みんなも少しずつやっていて、当然自分もやらなければならないものを自分だけその負担から逃げようとするのはわがままです。でも自分がやるべき仕事ではないことをそれはできませんと境界線を引くことは決してわがままではありません。もう一つ、ここまでは引き受けるよ。でもこれ以上はダメだよという境界線を示すことでお互いにその人との距離感がつかみやすくなります。親しい人には多めに譲り、距離感の遠い人には無理して譲らない。このような工夫が自然とできてきます。それによって互いにどのレベルで接するべき人かが分かるようになり、コミュニケーションがしやすくなります。だから境界線を引くことは悪いことではなくて、自分や相手を大切にするための当然の行為だったり、コミュニケーションの土台という視点を持ちましょう。そのように理解ができてくると恐怖は薄れてきますが、それでもしばらくは怖いと思います。そのような時は、相手の欲求と私の欲求は別。相手の感情に対して私は責任を負わない。私の行動を他人がどう評価するかは私の価値には関係ない。私は私の人生を生きているのであって、誰かの犠牲にならなくていい。このような言葉を何度も何度も繰り返しましょう。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、断る練習をしようです。小さい頃からノーと言えない世界で生きてきた人が大人になったからといって急にノーと言えるわけがありません。練習が必要です。なので想像の中で断る練習をしましょう。まずは相手に直接言うのではなくて頭の中で言葉を繰り返すだけです。誘ってくれてありがとう。ただ今日は仕事で疲れているのでごめんなさい。明日はもう用事を入れてしまったのでシフトには入れません。今日は子供の習い事があるので難しいです。家の用事を優先にしたいので今回は参加できません。このようなことを相手に言っている自分を繊細に想像しながら頭の中で繰り返し言ってみてください。そしてイメージトレーニングはただ頭の中で言えばいいのではなくて感情を感じきることが大切です。例えばこの例で言えば
そのように言ったときに、自分の気持ちを大切にできたと意識してください。そしてその気持ちを意識したときに、自分に対してどのように感じるか、この感情を感じきることがとても大切です。境界線を上手に引くには、心を成長させること、人が怖いを克服すること、コミュニケーション能力を育てることなども大切です。アダルトチルドレンの直し方、心の育て方編という動画や、アダルトチルドレンの人が怖いの直し方などの動画も参考にしてください。その他にも参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。